はい、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回はですね、20代、30代でも女性ホルモンが減ってしまう理由と解決方法についてお伝えしたいと思います。で、あなたは女性ホルモンが減ってしまうということがあるってご存知でしょうか？もちろんですね、50代になり閉経を迎えると女性ホルモンというのは減ってしまうものですが、実はですね、20代や30代でも原因があれば女性ホルモンは減ってしまって様々な不調やデメリットを作ってしまうんですね。そこで今回は20代や30代の方で気づかずにですね、女性ホルモンが減ってしまっていて、実は大変なデメリットを受けているという方のために、女性ホルモンが減るとどうなってしまうのかということについてお伝えしたいと思います。で、その解決方法もお伝えしますね。で、またこの動画の後ではね、女性ホルモンが減ってしまう原因と対策までお伝えしようと思います。この動画をご覧いただくことで、あなたがですね、これから現れるデメリットを未然に防いだりだとか、あるいは改善することができますし、逆にですね、ご覧いただかないと、あなたが不調を改善したいと考えた時に、今不調があるとしてですね、それが女性ホルモンが原因だと気づくことができないですし、あなたの人生に関わる重大な問題が現れる危険性さえあるんですね。ですので、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。ということで20代30代も要注意な女性ホルモンが減ることによる影響についてお伝えしたいと思います。で、今回はですね、女性ホルモンが不足するとどんな症状が現れてしまうかなんですけども、まずはですね、こちらのチェックリストであなたに当てはまるものがないかを調べてみてください。これに当てはまるものが多いほど女性ホルモンの乱れがあるということが分かるチェックリストになっていますので、これを調べることであなたもですね、女性ホルモンがちゃんと出ているかなっていうのが分かるんですね。で、それがこちらになります。で、上から順に読み上げますが、自分でね、こう指を折りながら数えてみてください。まず、生理痛が強い、生理不順がある、頭痛や肩こりがひどい、無理なダイエットをしている、あるいはしたことがある、むくみがある、疲れやだるさが取れない、眠気が取れない、イライラしやすい、仕事や家庭でストレスを感じやすい、気分の落ち込みがある、肌荒れがある、肌の張りが減った気がする、爪に筋が入ったり割れやすい、ニキビができる、ムダ毛が濃くなった、髪のパサつきや白髪が増えたというこの項目ですね。いかがだったでしょうか？この16項目でですね、もしも当てはまる数が多ければ、あなたは女性ホルモンが不足している可能性が高いというふうに言えるんですね。ですので、これに当てはまる方は、ぜひ今回の話を聞いていただいて、女性ホルモンを増やせる体づくりをして、このような不調を改善してほしいんですが、実はですね、20代や30代の方には、これ以外にも女性ホルモンが足りないことによる重要な不調、リスクともいえる危険性があるんですね。ですから今回ですね、この動画をご覧いただいたことをいい機会だと思っていただいて、ぜひ対策を始めて女性ホルモンを正しく分泌できる健康で綺麗な体を作っていただきたいんです。で、まずですね、女性ホルモンについてよく知らない方が多いと思いますので、軽くご説明しますけども、ホルモンというのはですね、体のさまざまな働きを調整しているとても重要な物質で、現在ですね、100種類以上のホルモンが発見されているんですね。で、そのうち女性ホルモンはというと、女性の卵巣で作られているホルモンで、女性の体づくりであるとか妊娠出産の機能のための働きをしているホルモンなんですね。で、女性ホルモンにはエストロゲンとプロゲステロンという2種類があって、エストロゲンは女性らしい体づくりをしたり妊娠の準備を行って、プロゲステロンは女性の体を守ったり妊娠を維持するという働きがあります。ですから妊娠出産をする方が多い年齢である20代や30代の女性にはとても重要なホルモンなんですね。で、また妊娠を考えられていない方にとっても健康的にも美容的にもやはり女性にとってこれは大切なホルモンなんです。ではですね、女性ホルモンが不足したりバランスを崩してしまうとどのような症状が現れてしまうかを解説していきたいと思うんですが、女性ホルモンが不足するとね、様々な症状が現れます。これはさっきですね、チェックしていただいた不調がですね、現れる可能性があるんですよ。もうこれがそのままですね、女性ホルモンが足りないことによる不調なんですね。ですが、これがですね、全て出るわけではなくて、このうち一つであるとか、複数が同時に現れる方もいらっしゃいます。ですから、このような不調がある方はですね、女性ホルモン異常かもということ
ことはまずは疑った方がいいと思います。で、その上でですね、特に気をつけてほしい不調というのは月経不順であるとか無月経です。で、月経不順は月経が頻繁に来てしまったり、予定の期間よりも短いとか長いなどの期間の異常、あるいは月経が遅れてしまうという異常があります。そして無月経というのは月経が来ないという状態ですね。で、このように月経の異常が現れてしまうことはあまりですね、重大な問題として捉えていない方、その女性がね、多いんですけども、月経の異常はですね、妊娠しにくくなるとか、不妊症になりやすいというリスクがあります。正しい月経は妊娠のために必要なものですので、月経不順とか無月経の状態だと、妊娠率がかなり低下してしまうんですね。で、これが続けば続くほど、子宮がですね、うまく育たなくなって萎縮してしまいますので、より妊娠率が下がっていってしまいますので、より早い改善が必要なんですよ。で、なかなかね、その妊娠できないということは、ご夫婦にとって、特に女性にとってはね、とても強いストレスですから、やはり早めに対策を行いたいですよね。で、今やですね、夫婦の約6組に1組が不妊だという統計結果が出ていますので、これは決してですね、軽く考えられない確率だと思います。で、この統計がですね、今は6組に1組なんですが、一昔前は10組に1組だったんですよ。だから増えているんですよね、不妊症のカップルって。で、これがですね、さらにこれからですね、先になるともっともっと増えていくことが予想されています。それは今回ご紹介する原因の部分に関係しているんですね。なので、今20代の方とかですね、今から30代を迎える方とかは、もっと不妊率が低下している可能性がありますので、やっぱり早い対策がね、必要なんですね。そうしてですね、女性ホルモンが足りない状態というのは、更年期症状もね、女性ホルモンが足りない状態ですから、20代とか30代から更年期症状のような症状であったり、あるいはですね、もっと高齢になると、骨がスカスカになってしまって骨折しやすいなんていうリスクも出てくるんですけども、こういった危険性さえもあるんですよ。ですから、やっぱりですね、様々な不調であるとか、不妊症を作ったりだとか、病気の可能性のある女性ホルモンの不足というのは、とても大変な問題なんです。ですから、今から対策をする必要があるんですね。で、じゃあですね、女性ホルモンが減ってしまう理由、原因の部分が何かなんですが、あなたはこれなんでだと思いますか？その50代以上とかになると閉経する方が増えてきますので、女性ホルモンが減るというのは、当然なことではあるんですね。でも、20代とか30代からね、その女性で女性ホルモンが減るというのは何ででしょうか？実はそこにはですね、3つの原因があるんですね。これによって女性ホルモンが低下させられている、減らされているんです。ですので、この理由と対策をお伝えします。で、まず女性ホルモンが減る原因の1つ目は、生活習慣の問題です。もしあなたが女性ホルモンの乱れでお悩みなのであれば、まずこれから試すべきだと思いますね。生活習慣をまずは改善する必要があります。で、この問題を解決することが一番コストがかからない方法ですので、で、またですね、あなたもこの問題をですね、認識しやすいものですので、とても取り組みやすいんですよね。ですから、生活習慣から改善するのがおすすめです。で、生活習慣の問題には、過労とストレス、睡眠不足の3つがあります。ドキッとしませんでしたか？あなたにも当てはまるものがあるかと思うんですね。で、まずですね、過労は分かりやすいですよね。例えば、仕事であるとか、家事であるとか、育児であるとか、あまりに忙しく働きすぎると、疲れてしまってですね、内臓も疲れてしまうんですが、内臓機能が低下してしまうんです。そして、ホルモンというのは脳の視床下部というところから指令が出されて、命令が出されて、脳の下垂体という部分と卵巣からね、女性ホルモンが分泌されます。しかしですね、過労によってこれらの内臓の働きが低下してしまうと、正常に指令を出せなかったり、ホルモンを出せなかったりしますので、女性ホルモンの乱れを作ってしまうんですね。ですから、疲れすぎないように適度な休息というのは必要なんです。で、ストレスもですね、疲労と同じように溜め込みすぎると内臓疲労を招いてしまいますので、ホルモンの分泌をこれも乱してしまいます。ですから、ストレスを溜めないようにする必要があるんですが、なかなかですね、上手なストレス解消方法ができていない方が多いんですね。まずはね、そのストレスを溜めないような環境にすることが大切なんですが、その上で
その上手なね、ストレス解消方法も知っておいてもらいたいんです。で、例えばですね、間違ったストレス解消方法では、例えばパチンコであるとか、競馬とか、宝くじとかね、こういったギャンブル系であるとか、ショッピング、タバコやお酒、やけ食い、ゲーム、テレビやスマホの動画などを見るとか、映画などがあります。これらはストレスを解消できないばかりか、逆にストレスを溜めてしまう方法ですので、お勧めできないんですね。で、その詳しい理由については、私の以前の動画でね、詳しくお伝えしていますので、間違ったストレス解消の方法の動画もね、ぜひ後でご覧になってみてください。で、まずね、こういった間違った方法はやめていただくと。で、簡単でですね、効果的なストレス解消方法とか、ストレスをためない体づくりについてもですね、私の別の動画で詳しくお伝えしていますので、そちらをね、また後でご覧になってください。そして、睡眠不足についてですが、睡眠時間が足りない方は、睡眠時間をまずは増やしてください。私ね、睡眠時間足りていないかもという方はね、やっぱり正しい睡眠時間というのは必要ですから、ちゃんと睡眠時間を取れるようにしましょう。睡眠時間は6時間半から7時間半という時間が最適ですので、この範囲内に収める努力が必要になります。これより少なすぎても多すぎても、いずれは体に不調が現れてしまいますね。で、また、睡眠時間を長くしたいけれども、睡眠の質が低いという方の場合にはですね、これも私の別の動画でね、その睡眠の質を上げるための方法をお伝えしていますので、あとで下の説明欄リンクからこちらの動画もご覧になってください。そしてですね、生活習慣改善できたら次の問題ですね。女性ホルモンが減る原因の2つ目は、女性ホルモンの減量不足です。で、女性ホルモンをはじめとしたホルモンは何もないところから体の中で、ね、作り出されるわけではなくて、ホルモンを作り出すための材料である栄養素が必要ですし、ホルモンが正しく働くためにホルモンを助ける栄養素も必要なんですね。これらが取れていないとホルモンを作ることができず、そして正しく働くことができないんです。しかし若い女性の場合ですね、ちゃんとしたお食事を取れていないことがありますので、女性ホルモンが作れていないケースがあるんですね。例えば若い女性はですね、痩せていることにこだわるあまり無理なダイエットをしてしまって、例えばダイエット中の食事はですね、サラダだけにするとか飲み物だけにするとか、極端な方だと何も食べないなんてその方もいらっしゃるんですよ。で、またホルモンには特にアミノ酸が重要なんですけども、アミノ酸が豊富なお肉であるとか魚とか豆類などのタンパク質をそもそも食べる習慣がない方もいらっしゃるんですね。例えばですね、朝は果物だけでね、お昼はサンドイッチであるとかパンとか、あるいはパスタとかおにぎりなどで済ます方もいらっしゃいますよね。で、また夜は、サラダだけとかなんて方もいらっしゃると思います。ダイエット中の方なんかはね、結構こういったダイエットをしがちなんですね。これだとタンパク質が全く入ってこないですので、女性ホルモンが作り出せないんですよ。ですから必要な栄養素を取りたいところなんですけれども、じゃあですね、ホルモンに必要な栄養素というと、ビタミン B 群であるとかビタミン E、ビタミン D とかビタミン K も重要ですし、タンパク質やアミノ酸も重要ですね。で、他にもマグネシウムとかカルシウムとか鉄とか銅などのミネラルも重要なんですよ。ですからホルモンの分泌をね、増やそうと思ってこの栄養素だけを取ろう、ビタミン B だけを取ろうなんていうことは不可能なんですよね。すべての栄養素をバランスよく取る必要があるんです。ですから全ての栄養素をバランスよく取るために簡単な食事法があるんですが、それが孫優しい食事という食事方法なんですね。で、これは健康を作るための栄養素が豊富で、なおかつとてもバランスがいい食事法なんですが、これですね、体にいい食材の頭文字を集めた言葉なんですね。なのでこの孫優しい食事を行うだけで三大栄養素もビタミンもミネラルも油のバランスも整えることができますので、ぜひ実践してください。で、孫優しい食事についてもですね、別の動画で詳しくお伝えしていますので、後で下の説明欄、リンクからご覧になってください。で、その上でですね、女性ホルモンの働きを助ける食べ物が一つあるんですけども、これをお伝えします。それが大豆製品なんですね。で、大豆製品もね、この孫優しい食事に含まれている一部なんですけども、大豆にはイソフラボンといって女性ホルモンのような働きをするポリフェノールが含まれているんですね。で、大豆製品を摂ることで簡単に女性ホルモン不足を補ってくれますので、ぜひ女性はですね、毎日大豆製品を摂ることがおすすめなんです。で、大豆製品には例えば納豆であるとかお豆腐とか油揚げ、蒸し大豆、
豆乳、きな粉、味噌などがあります。このうちですね、特に納豆は発酵食品ですので特におすすめですし、蒸し大豆もですね、栄養価がとても高く維持されていますので、これらを積極的に摂っていただきたいですね。ということで、これが、女性ホルモンの減量不足の問題ですね。そして女性ホルモンが減る原因の3つ目は体の問題です。で、女性ホルモンに関係する体の問題では、骨盤のズレとそれに伴う卵巣の血行不良が特に問題になってきます。で、女性ホルモンを作っているのは卵巣なんですけども、この卵巣に十分な血液が届かないと働きが低下してしまって、十分な女性ホルモンを作り出せなくなってしまうんです。卵巣というのは骨盤の中に収まっている臓器なんですが、子宮と卵巣は骨盤内にですね、ぷか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 浮いているわけではなくて、人体によって骨盤に強く連結されているんですね。で、このために子宮であるとか卵巣はね、そのちゃんと連結されていることで守られているんですけども、骨盤にですね、歪みができてしまうと、逆に人体を介して子宮であるとか卵巣を引っ張って緊張させてしまうんですよ。だからその骨盤がずれていることでね、人体につながった卵巣が空いててみたいな、引っ張られる状態になっちゃうんですよね。おいおい引っ張んなよみたいな感じで歪められてしまうんですよ。で、これが子宮も同じなんですね。で、子宮がですね、例えば緊張してしまうと月経痛がね強くなってしまったり、不妊症の原因になってしまいますし、卵巣がもし引っ張られて緊張してしまうとうまく働くことができませんから、これも女性ホルモンをうまく作り出せることができず、女性ホルモンの乱れを作ってしまうんですね。で、また背骨や骨盤のずれというのは卵巣の血行不良を引き起こしてしまいます。私たちの体の各所の血流の量はですね、意識することなく自動的に管理されているものなんですけども、じゃあですね、足にはこれくらいのね血流を送って、内臓にはこれくらいの血流を送って、そして卵巣にはこれくらいの血流を送ろうかなというのは、背骨であるとか骨盤のそばを走っている自律神経によって管理されているんですね。で、この自律神経ですね、背骨とか骨盤のね、その脇を通っているものはね、束になって通っているんですけども、これを交感神経管というふうに呼ぶんですが、関節や骨盤がずれてしまうと、この交感神経管を圧迫してしまって刺激してしまい、働きを邪魔してしまうんです。で、血液が不足すると筋肉であれば緊張してしまって痛みを出してしまいますので、首の骨がずれると首こりや肩こりが起きたり、腰の骨や骨盤がずれると腰痛であるとか膝の痛みとか足の痛みを作ってしまうんです。そして内臓に血液が不足するとどうなるかというと、内臓の機能が低下してしまうんですね。ですから例えば胃であれば消化能力が低下してしまいますし、腸であれば栄養の吸収に問題が現れてしまいます。じゃあですね、卵巣の血流が悪くなるとどうなるかっていうと、女性ホルモンの異常が出てきてしまうんですね。ですからこのような体の問題を解消して女性ホルモンを正しく分泌できるようにするためには、内臓の緊張を緩和する必要がありますし、背骨であるとか骨盤とか、そして頭蓋骨までも含めた関節の矯正が必要となってきます。じゃあですね、それはできる方法が何かって考えると、一般的なね整骨院とか整体院ではできないんですよ。で、ほとんどの整骨院では物理療法といって電気を流したりマッサージをして終わりですから、問題は解消できないですし、整体だとですね、やっぱりこのマッサージを行うところが多いんですが、マッサージでは筋肉はね、その時は柔らかくなりますが、内臓であるとか関節の問題はそのままですよね。で、また頭だけを精通したり首から下だけを精通したりするお店もあるんですが、内臓とか頭蓋骨、背骨、骨盤、これらを全て改善するわけではないですから不十分なんです。で、もしあなたがですね、今までにこれらのお店に行っても改善しなかった経験があるのであれば、それはこの全てに対してアプローチができていなかったからという可能性も高いんですね。ですから全身を総合的に検査して施術を行う必要があるんですね。で、私の整体院ではこのような施術を行っているんですけども、今までもこの女性ホルモンの問題でですね、治らなくて困っている女性がねたくさん来られたんですよ。で、月経痛がひどいとか月経が不安定であるとか、頭痛であるとか肩こりなどの月経前症候群というものがひどいとか、不妊症の方、更年期障害の方など、さまざまな病院や整骨院、整体院やマッサージや漢方とか針とか、もういろんなものを思いつく限り全て試したけれども改善しないという方が来られましたが、そのような方でもちゃんと原因を探してその施術を行うことで改善されているんですね。
私の整体院ではね、もちろんその整体自体も行うんですけども、関節の問題とか内臓の問題を取ったりするんですが、食事の面でもね、生活習慣の面でもアドバイスさせていただきますので、今回のその女性ホルモンの問題をね、全て解決できるようにサポートさせていただいているんですよ。そうするとちゃんと改善されているんですね。ですので、今回お伝えした生活習慣の問題、そして食べ物の問題を解決するのはもちろん取り組む必要がありますが、体の問題を放置したままでは改善しない可能性もありますので、ぜひ全ての問題を解消できるように取り組んでみてください。で、体の問題をですね、解決したいと考えたときに、都城に住んでいる方はね、私の整体院があるのでいいですけども、あとはね、宮崎とか鹿児島の方もね、まあまあ近い方ですから、通えない距離ではないと思うんですけども、もしもですね、県外の方とか、もうちょっと遠方の方でね、私の施術をね、受けてみたいという方は、私と一緒にですね、同じ施術を学んでいる仲間が全国にいますので、ぜひ私にね、お問い合わせください。各都道府県にね、必ずいるというわけではないんですけども、九州でもね、宮崎とか鹿児島とか、福岡とか熊本には、北九州にもあるんですけども、その他の県とかね、なかったりするんですよ。大分にもないですしね。なので、各都道府県にあるわけではないんですけども、各地転々といますので、あなたの住んでいるところにですね、できるだけ近い信頼できる施術者をご紹介させていただきますね。で、お問い合わせ方法は下の説明欄であるとかコメント欄に LINE のリンクがありますので、そちらからお問い合わせください。で、また、私の行っている施術はオステオパシーというアメリカの発祥のね、主義なんですけども、オステオパシーについてもっと知りたいという方は、オステオパシーってどんな施術なのか、あるいは研究報告から科学的に支持されているオステオパシーの効果などについてお伝えした動画もありますので、そっちもですね、下の説明欄にあるリンクからご覧になってください。で、また、施術を受けに行くのは大変という方は、体の外からね、血流を改善してくれるインナーであるとか、スパッツとかもあります。こちらについては、LINE などでご質問いただけたらですね、ご紹介しますので、自宅でケアしたいという方はね、お気軽にお尋ねください。で、女性ホルモンは全ての女性にとって足りないと、何かしらのデメリットがある必須なものなんですね。ぜひ今回の話を参考にしていただいて、いずれ女性ホルモン低下による症状で後悔しなくて済むように、今のうちに対策を始めましょう。私の整体やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただけたら、下の説明欄のリンクからご覧になってください。今回の内容がためになったなというふうに思っていただけたら、チャンネル登録をするかお任せしますが、ぜひもう一本ですね、私の健康のための動画をご覧になっていただいて、ぜひ健康に、きれいに、そして痩せた体を作っていただきたいと思います。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。